プラトンの哲学における国家論。イントロダクション。プラトンは古代ギリシャの哲学者であり、その中でも国家論は、彼の最も有名な著作の一つです。国家論は、プラトンの政治哲学における重要なテーマであり、多くの学者や哲学者によって研究されてきました。今回は、ずんだもんと四国メタンによる対話形式で、プラトンの国家論について詳しく解説していきます。プラトンの哲学。プラトンって誰なのだ？彼の哲学って何を言ってるのだ？プラトンは紀元前4世紀の古代ギリシャの哲学者で、ソクラテスの弟子なの。彼の哲学はイデア論と呼ばれるもので、物事の本質は理念やイデアにあると考えるの。イデア論は、現実世界が不完全で、その裏にある理念やイデアの世界が真の実在であるという考え方よ。プラトンの哲学は、物質的な世界の限界を超えて、理念やイデアの世界にアクセスすることで、真理を追求することを目指しているのよ。イデア、哲らって何なのだ？イデア論では、物事の本質や真理は物質的な世界じゃなくて、理念やイデアの世界に存在すると考えるの。例えば、美しいものの本質は美のイデアにある。つまり、私たちが見ている具体的な美しい物体は、それぞれが参照している美のイデアから派生しているの。イデア論は、現実世界の多様な形や事物の背後にある普遍的な本質や真理を追求するための哲学的なアプローチなのよ。国家論。じゃあ、国家論ってどんな内容なのだ？国家論は、プラトンが理想的な国家の在り方について論じた著作なの。彼は国家の最高理念を善だと考えていて、その実現に向けて個人や社会の在り方を論じているの。国家論では、プラトンが個人の幸福と社会の正義を結びつけるための仕組みを提案しているの。彼は理想的な国家は3つの階級で構成されるべきだと主張していて、それぞれの階級が違う役割を果たして社会を維持することが重要だと考えているのよ。じゃあ、プラトンはどんな国家の在り方を提案してるのだ？プラトンの理想的な国家は3つの階級で構成されているの。最も高位に位置するのは哲学者王で、彼らが国家の統治を行うの。哲学者王は知識と知恵を持っていて、善のイデアにアクセスする能力を持っているの。次に軍人階級があって、彼らは国家の安全を守る役割を果たすの。最後に生産者階級があって、彼らは国家の物資や経済活動を担当するの。プラトンの国家論では、階級間の均衡と個人の幸福追求が重視されていて、公正な社会秩序の実現を目指しているのよ。まとめ。プラトンの哲学は、古代ギリシャだけでなく現代の政治思想にも、大きな影響を与えており、その深い洞察力と知恵には、今でも多くの人々が学ぶことができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。